例えば江戸時代になって参勤交代とかあって、田舎の大名の人たちが遠方の大名の人たちがそういう剣術の指南役とかを連れて上京するわけですよね。でそこでまたじゃあ江戸にいて東京にいてその大社流を習った人がまた今度はじゃあ青森に行ってとか、いろんなそういう広がり方っていうのはあったとは思います。江戸時代で大きく変わったっていうことですかね。そうストラクチャー的には。そうですね。だから今の時代そのインターネットで大きく世界中にこう発信できるし知ることができますけど、やっぱりその室町とかの時代から江戸になってその戦国時代から平和な時代になった時にその伝わり方自体も変わっていったのかなっていうのは思いますね。はい。実はその大社流の中でももちろんベースっていうか大元はその相良藩に今でいう熊本県になるんですけど、やっぱり2番目に大社流が栄えたクランドの時代ですっていうのがその鍋島とか、要は今でいう佐賀県なんですよね。実際にその肥前っていう肥前の大社流とか地名でも今もあるその鍋島藩だったら宅の大社流とかですね、あとは今長崎県ですけどその以前は鍋島の諫早とかその諫早大社流とか、そういうその大社流がすごく鍋島というか佐賀の一帯で広まったっていうのは実際に伝書にも残ってますし、だから地元の次に多かったのは鍋島佐賀だとは思います。でこれもだからさっき言ったように歴史は行って見てみないとわからないんですけど、その葉隠の山本町長常友さんもその大社流を学んでいたっていう話も聞いたことはあります。でこれも私の見解でしかないしですね、そういう本とかそういうとこから得たものでしかないですけど、やっぱり新影流自体っていうのはクランドも新影流を教えてたわけですよね、大社流を始める前に。だから九州一円に新影流が広まってたのもあるし、本格的に江戸時代に入って、単純なことですけど徳川幕府の剣術の指南役をしていた新影流をその大名とかですね、そういうその当時偉い方たちがやっぱ学びたいっていうのは常かなと思いますし、だからそれで例えば上級っては言いませんけど偉い侍の人たちはじゃあ新掛流を学んで、じゃあ中級下級武士っていうのは大社流を学んだとか、そういうのは聞いたことはあります。はい、おそらく、大社流はその葉隠の内容に影響があったということ。そうですね、それは多少なりともあると思います、時代的に見てもですね。葉隠の教えっていうよりは、あれはなんか私の中ではやっぱ武士全体の侍の教えっていうイメージが強いですね。でこれは私は外国のことはわからないんですけど、実際にそのじゃあ君主の自分が仕える人のためにじゃあ命もいらないと、侍の語源っていうのがサブラウっていうんですけど、やっぱサブラウっていうのがその君主に仕えたりとかですね、そのために働く、もちろん今じゃあいろんな会社に勤めてる会社員の人たちっていうのはある意味昔の武士なのかなって私は感じています。そういう意味で日本の企業とかですね、会社のために一生懸命本当に自分を投げ打ってでも仕事とかされるじゃないですか。だからそういう風な教えなのかなとは
感じますけどね。だから大社流っていうのはそういう精神的なものっていうのはもちろん武士道とかですね、そういう意味ではあるかもしれないですけど、各流派の剣術っていうのは精神的な教えはあれども、要は侍っていう職業があった時にその中で必要なスキルだったと思うんですよ。その中の一つ。今はなかなかみんなそうですけど、仕事があってその空いた時間の中で剣術を教わるとか、そういう形になっていくので、仕事のスキルとしては剣術はいらないじゃないですか。だから昔の人たちっていうのは自分の仕事がじゃあ君主を守るためだったりとかですね、そのためのスキルとして剣術は学んだのかなとは思います。だから精神的なものっていう部分はその腕力とか暴力的な強さではなくて、やっぱり心を真ん中に置いてやっぱぶれない、そこは現代社会においても人間だからもちろんモヤモヤしたりイライラしたり落ち込んだりっていうのはみんなあると思うんです。特にストレス社会って言われてる今の世はですね。だからその中で私も偉そうなことは言えないですけど、その剣術をもう無心でやること、自然体で動くことで、その感情の波をなるべく抑えて心をいつも真ん中に置くっていう、そういう教えが僕の中でですけど葉隠れも深い部分にはそういうのが入ってるのかなと思うし、大社流にもありますし、現代にそこがつながってきてるんではないかとは思いますけどね。海外の方に限らずですね、日本人でもそういう人はいますよ。ただそこはもう私の考えとしてはもう古流っていうのとは別物かなと思ってます。それが決してダメなわけじゃなく、やっぱりみんなもじゃあ例えばそれでビジネスをする方もいらっしゃると思うし、実際にお金を稼がないと生活はできないわけですし、でそれをやるのは全然いいと思うんですけど、自分が始祖ならいいんじゃないですか。だから誰かが始めたことでこういう自分が最初の一人ですっていう意味で自分の名前を付けたなんとか流護身術とか現代のものとして武道として自分が工夫して作りましたっていうのであればですね、古流の心の部分っていうのとか古流っていうのをやっぱそこに使っちゃいけないだろうなとは思いますけどね。多分これも大社流に限ったことではないと思うんですけど、忍術っていうものの取り方ですよね。だから例えばなんて言うんでしょう、今現代でいうスパイ的なものとか、そういう情報を集めるための技術っていうのはあったと思います。それとまたじゃあそこに潜入する潜伏するだけではなくて、じゃあこういう人と人との会話の中でも、人ってやっぱ鏡じゃないですか。だから相手に対してじゃあ気持ちよく話をしてもらうとか、やっぱり笑顔も必要だろうし、そういう意味での人痘術っていうんですかね、人をとろけさせる術、要は魅力ある人ってことですよね。でそういう意味での忍術的なものはあったのかもしれないし、あとは今はもう医学とかも発展してますし、あんまりないと思いますけど、いわゆるまじない的なおまじない、だからこういうふうに何月何日のこの月が出てる夜に例えばカエルの背中から何かを出してとかで、それを使った矢尻でいった矢は外れないとか、
そういうのはまじない的なものはうちのその伝書とか古文書にも残ってます。で忍術って言葉も残ってます。ただ現代でいう忍者っていうものとが全然かけ離れた部分ですね。あとはうちがその特徴でもあるその蹴り目つぶしとか体術が剣術の中に入ってるっていう部分ではですね、クランドの、皇帝の中の一人に、中国の方って言われてるんですけど伝林坊っていう方がいらっしゃるんですけど、その人とかとやっぱりこう一緒に稽古してれば、例えば刀でこうやって受け流した時にこの足でこう蹴ったらいいんじゃないのとか、そういう話にもなったとは思うんですよね。より技を良くするためにですね。だからそういう体術も入ってきて大陸からのもの、でクランドは多分それを、これも予測ですけど、いろんなことをやってたんで拒まなかったと思うんですよね。だから外国の方をじゃあ本当にこう自分の片腕としてそういう忍術とは違うかもしれないですけど、何て言うんですかね、忍者ではないけどそういう今でいうじゃあ軍隊のある特殊部隊を作るとか、そういうことにこう重要なポジションにそこで使われてたっていう話は残ってるし、さっき話された佐賀ですね、鍋島の方にもその伝林坊の名前は残ってるんですね。だから多分クランドが自分が高齢になってあんまりこう遠出とかできないようになってきた時に、じゃあお前行ってこい、これ教えてこいっていうのはあったのかなとは思いますね。真相は本当わからないとこですよね。諸説いろいろあって、なんか長崎でクランドの弟とちょっとこう揉めて実際に戦って伝林坊がやられたから、その弟は自分よりも兄貴はもっと強いよっていう話をしてそのクランドに弟子入りしたっていうそういう物語的なものですね。それは残ってますけど、実際どこでどうやってあったのかはわからないしですね。ただその史実としては今も丸目クランドのお墓があるんですけど、その横に伝林坊のお墓っていうのは残ってます。これも地元に伝わってる話なんでどこまでかはわからないんですけど、クランドのお墓があって奥さんのお墓があって、この間に伝林坊のお墓があるんですよね。でやっぱりそこまでこう隣にお墓を作るっていうのがやっぱそれだけ信頼関係があったのかなと思うし、実際その残ってる話ですと、そのクランドの七回忌にその場所で伝林坊は老い腹を切ったっていう話になってます。で実際7回忌っていうと6年間あるんですよね。だから6年間じゃあ何をしてたかっていうと、やっぱり老い腹切るぐらいだからクランドのことを本当尊敬して敬愛してたと思うんですよ。でもじゃあすぐなんで後を追わなかったか、6年間何のために生きてたかっていうと、やっぱクランドが残してきたもの、その大社流っていうものをちゃんとこう要は残った仕事を全部片付けないといけないっていう、それもある意味そのなんて言うんでしょうね、侍の精神っていうか、そういうものを受け継いで、ロマンですけどね、こういうお話はですね。ただ実際に史実としてはお墓は残ってますね。これも文書としてこう残ってる部分と、私たちがやっぱ想像、それに肉付けした部分っていうのはあるとは思うんですけど、やっぱり明治になってその先ほど話した職業侍がいなくなったで、剣術っていうものっていうのはやっぱりその
侍たちの剣術の先生、要はその人たちが生徒として、お金を払って習いに来て、で教える。それがもちろん藩のためでもあったかもしれないし、自分たちの生活もそこでやりくりをやってたと思うんですよね。でそれがいなくなった時代に、大社流にしても他の剣術にしてもどうやってじゃあ生き残るためにやったかっていうのが、要は侍以外一般の人たち、昔でいうその士農工商の農民も公認もですね、いろんな一般の人たちにもその剣術を教え始めるっていう時代になったと思うんですよね。でやっぱそのためには、じゃあ例えばさっきのどの流派に入りたいかとか、何を始めたいかっていうと、やっぱ好きにならないとダメじゃないですか。だからそういう意味でももちろん伝統としての体の使い方としての型もあったと思うんですけど、型自体をやっぱり見せたと思うんですよ、一般の人たちに。でその人たちがかっこいいとか、こういうことやってみたいとか思って、そこでやっぱり門弟が増え、ちゃんと生き残ってきたのかなっていう気はしますね。いろんな考えの人が入ってきたと思います、その時代からはですね。だから撃剣とかももちろんありますよね。実際あった話なんですけど、やっぱ他流同士がし合うっていうところも、やっぱりいろんな一般の人たちにも興味を持ってもらう必要もあったのかなとは思いますね。でそれが剣道とかそういうものになっていったのか私は分からないですけど、実際今私たちでもそうじゃないですか。格闘技、ボクシングにしても総合格闘技にしても勝敗があって人が一生懸命戦うものっていうものに興味惹かれてやっぱ見るし、習いたいって人も出てくるだろうし、やっぱそこはもう時代が違うだけで同じような考えだったのかなとは思いますね。基本的に大社流っていうのは丸目クランドが始めたもので、2代も丸目の要は親戚で、3代4代が相良の殿様で、5代がまた丸目の血統なんですけど、6代目以降っていうのがその時の家老であった織田家っていうところがその後の宗家を引き継いでるんですね。で現15代宗家までその織田の血統なんですよ。だから血のつながりで守ってきた部分っていうのは大きいと思います。だから弟子がもうほとんどいない時代もあっただろうし、もちろん隆盛を極めた時代もあっただろうし、ただ宗家っていうものが存在して、それが血統としてずっと受け継がれてきて、それで大社流ってものは守られてきたのかなっていうのは感じます。揉めようがないですよね。その血統でこういう決まりなんですってことなんで。そうですね。だから両方本当にあると思いますよ。ただうちの場合は、大社の場合はもうそれで守られてきたし、現宗家が初めて大社流の15人の中で唯一の女性なんですけど、やっぱり時代に合わせて、やっぱ私たち的には、山北の弟子たち的にはそれが一番いいなと思ってですね。やっぱ時代によっては跡取りがいない時代も1回だけあったんですけど、その時は11代目がそうなんですけど、10代目の跡取りがいなかった時に10代目の一番弟子の方が11代の宗家を継いで、ただ約束としてその代わりその自分の孫に12代目は返してくださいっていう、そこ1回だけですね。あとはもうずっと
昔の要は戦いがあった時代に自分の心の支えとして多分全ての武士侍が信仰は持ってたと思うんですよね。でその戦いの神であったりとかそういう意味合いでのおまじないに近いと思いますけど、その摩利支天っていうのがその大社流が信仰っていうか個人個人の信仰ではないんですよね。だから摩利支天っていう、要は天部の、神様と言っていいか分かんないですけど、ここはじゃあ陽炎であり太陽神の前にいてもう要は眩しくて見えない、だから切られないとか、そういうまじない的なものでずっとそれが例えば大社流で言えば居合の前に摩利支天のお経を唱えてやるとか作法として残ってる感じですね。実際に本当の意味の宗教ではないとは思います。伝統文化を残していくっていう上でこれは私の考えなんですけど、例えば何代も継いできて、お店でも何でも老舗っていうふうに言われてなっていくんですけど、例えばですけど500年経ったら多分誰も触れられないものになる、1000年経ったら神になるっていうようなイメージですかね。だから物事決まり事をそれが作法であれ何であれ大切に守って受け継いでつなげていくっていうことが大事で、だからその時代時代の取り方が変わっても構わないとは思うんですよね。だから私たちの中で摩利支天っていうものはその仏教としての摩利支天っていうよりは大社流のその居合を刀を抜く時の作法としての摩利支天人種教っていうものがその伝統として残ってきてるし、今から先も残していかないといけないかなとは思ってます。供養門は山北の門です。だから13代宗家の家紋です。なるほど。だから大社流も時代時代で血統は一緒なんですけど、じゃあ跡取りがいないから養子に行ってとか、織田大社流っていうものが織田っていう名字でつながってきて12代目までが織田なんですね。で13代私の師匠から山北なんです。でこの山北っていうのは織田家の親戚で、そこに子供がいないから山北をその養子に入れて、だから織田家の家紋と山北の家紋はまた全然別物です。もちろん供養っていう意味で例えば刀でいう切り方突き方が全て入ってるとか、そういうのはもちろん大事にしてます。僕はこれ個人的な考えかもしれないですけど、人ってもので考えてます。だから外国人だから日本人だからっていう、もちろん日本の伝統文化としてその古武道古流の剣術とかは守っていくべきではあるとは思います。そこは変わらないんですけど、もうちょっと広いところから見たらいいんじゃないかなと思うことが多々ありますね。例えばですけど、絶対ないですけど、宇宙人が攻めてきたらその西洋人だろうが東洋人だろうが一つになって戦うと思うんですよ。だから地球人として、だからそういう意味ではその外国人だからどうだからとかは全く考えないですね。もうそこも自然な流れだと思います。たまたま今の15代がいて、私たちはそこを支える立場で、今の時代だからこう変えようって思って動いたことはないです。だからもう自然のままでじゃあ外国の方からコンタクトがあっていっぱいありますよ。でお断りすることも多いですよ。でも今いる門人たちとかはやっぱりそこで私たちからなんか
いやこの人は失礼すぎるとかそういうのが全くない人たちで、自然とこううちの門をくぐってくれて一緒にこう大社流をやっていけてる、まあある意味師弟ではあるかもしれないですけど、なんかこう友達でありその同じ大社流の門下であるわけだからですね。あんまりこう何も考えてないです。別にこの交流はビジネスでもないですし、自然にこうただその受け継いできたもの、私の場合はだから13代なんですよ。12代はお会いしたことないし、もっと前の人たち初代なんかお会いしたことないし、だから13代までつながってきたことをそのまんまその形を変えずに未来へつないでいく、伝統文化を残していくっていう部分は変わらないです。でその中でのじゃあ外国人の方が習いたいとか入ってくるで仲良くなる、それはもう大社流にとっても自然の流れだと思うんで、そのまんま受け入れてる感じですね。演舞っていうものっていうのがやっぱりこう自分を試す場所でも門人それぞれがあるのかなとは思います。だから稽古鍛錬をしてそれを稽古してやってきたものが演舞の時に 100% 出せるかというと決してそうじゃなくて、やっぱり緊張もあるだろうしですね、その中で要は自然体で何も考えずに演舞だろうが稽古だろうが動けるようになるためのその経験を積むためのものでもあるし、さっきお話したように大社流を知ってもらうためのものでもあるし、伝統文化を守る大社流を知ってもらってっていう、ものでもありますよね。もちろん、例えば格闘技でいう試合みたいなものだと思うし、そこでの経験値は計り知れないものがあるかとは思います。稽古を何十時間やって演舞は10分間っていうあんまり変わらない時もあるし、気づきをいっぱいもらう時もあるしですね。やっぱ本当に人生っていうのはみんな平等なのがいつで訪れる死じゃないですか、だからそこの人生を豊かに生きて笑顔で、自分が笑顔でいることで自分の大切な人たちも本当にこう笑顔でいれる、だから幸せになれるっていう、だからそれはもう好きなことを本当にこうキラキラした目で続けられてください。本当に、はい、私たちも微力ですけど応援してます。